強く押した瞬間、棒は杖になります。終鉄が作るのはいつでも8割の威力が出る体です。当たった瞬間、パッとつながってるように棒押しで作った通り道をそのままパンチへ持ち込みます。全力で触れる一発よりいつでも出せる一発を重くする。毎回全力でパンチを思いっきり触れるっていう条件はそうそうあるものではありません。普通に構えていて、そこから軽くジャブを出してもそのジャブが重かったり、後ろに下がりながら手を出してもパンチが重い、軽く打っても響くパンチっていうのはかなり有効な武器になります。感覚で言うと8割ぐらいの威力がいつでもすごく簡単に出せる体、威力が一番低くなってしまう部分、ボトルネックを高くする。皆さん多くの体では力の通り道のね、あっちこっちに漏れがあるんですね。例えて言うなら、穴がね開いたホースにとてもよく似ています。蛇口がね全開の時だけようやく、水の勢いが強くなるんだけれども、例えば、ね、大きく踏み込むことによる平心力、あとはね大きな回旋、あとは長い加速距離とか、そういったもので打撃に威力を足すための入力として、そういう方法を使いますね。威力を分けるのは入れた力を当たる瞬間まで漏らさず運べるかです。直進は入力を威力へ変える伝達側の性能です。拳の後ろに自分の体のどれだけの範囲がつながっていてついてきているかという有効質量ですね。床から拾ったこの床反力、極力漏らさずに拳の先まで相手に触れる場所まで通す。体重を乗せるっていう言い方はそれ自体は間違っていません。ただし体重はね前に運ぶものではなくて、当たった瞬間ここの後ろにどれだけついてきているかっていうのが重要なんですね。重さ、そうすると体重移動になるんじゃないですか。体重移動しないで重さを乗せるというか、というのは実際にこうする。いやしないです。しない。ちょっと待ってね。もうこれだけでもつながってるかどうかで変わるんです。移動しないけど当たった瞬間に体重を乗せようとするという。有効質量って体重を動かすことじゃなくてつながってるっていうか、拳の後ろについてきてる感じ、ね、っていう感じで、通り道に遊びが残ってるとエネルギーの伝達が少しクッションになってそこで食われてしまうんですね。例えば鉄のパイプを、途中1箇所バネの場所があったとしたら、クッとした時に必ずそこがたびますよね、ボンって。そしたらどんなに太い鋼の棒であってもその棒の当たった時の威力はこのバネの硬さで決まりますよね。そうですね。そのバネの部分、漏れてる部分で決まる。立ち上がりが遅くなるんですね。そうすると見た目上はね重く体重をかけている力であってもそれは押し込んだような力になってしまう、プッシュみたいな動きになっちゃうんですね。触れた瞬間につながっている部分の遊びがないと、重力が仮に小さかったとしてもその勢いが鋭く立ち上がるんですね。踏み込んで作る威力とかね、体をねじること、例えばフックみたいに体を振り回す動き、これ自体は一切否定はしていません。ただしここで上積みによって威力を上げることと土台というのを切り分けて考えていきます。力の通り道、いわゆる直進が成立した体で軽く打ってるから威力が出るんです。この順番を飛ばしてこの脱力とかリラックスだけを真似してもそれは当たった時に腕の重さだけが相手にぶつかる、大した重さのないパンチになってしまいます。で漏れてる部分って自分では絶対わからないんです。きついところ、痛みが来る場所あるじゃないですか。それって漏れたところの肩代わりをしているところがだいたい手応えを感じるんですよ。なので漏れているところっていうのはそもそもがそこで力が逃げているので疲れることもないし漏れたという実感がない。だから自分ではわからない場所なんですよ、漏れる場所っていうのは。小さな反力がぼやけず返ってくる圧力から力の通り道を作ります。足を左右に開いて、肩幅ぐらいですかね。そして、少し膝を緩めてまっすぐ立ちます。目線はまっすぐ前に向きます。そして体の前に棒を縦に持って
床に垂直に棒をつきます。その棒に軽く圧力を加えて地面を押します。その反力が棒を通じて握った腕から体幹にかけてこう返ってくるんですけども、返ってきたごくわずかな反力をどう扱うかっていうのがめちゃくちゃ重要です。じゃあ実際のこのドリルでのどれくらいの圧力をかけるのがベストなのかっていうのを計測器で測ってみたいと思います。この計測器の上に棒を押し当てます。悪い例を今やってみます。10キロ以上軽くいってますね。僕も脇の下とか腕の筋肉の緊張っていうのをかなり感じてしまっているので、もうただの棒を強く押す筋肉トレーニングになってしまうんですね。強くやることだけを考えれば、こういう風にすればもっともっと圧力は上がっていきますし、もたれかかるようにするとこうやって力は上がっていきます。このトレーニングの目的からもう完全に外れたドリルになってしまいます。これが適切と思われる圧力でやっていきます。手足が過剰に力まず、腰椎周りのつながり、足の裏との力のつながりをしっかりと感じながらトレーニングできるっていう圧力です。だいたい実行平均っていうのがだいたい5キロぐらいになってますね。頭の高さを高く保つ、そして呼吸をと、長くゆっくり吐く。この時の姿勢のポイントとしては、棒は軽く押す、そして押しながら呼気を長く続けると静かな呼気に合わせて圧力を加えていく。棒押しで作った通り道をそのままパンチへ持ち込みます。踏み込みが小さくても距離が小さくても触れた瞬間から力がすぐに立つ。これが軽く打っても重いパンチです。もっと極端に言うとこれぐらいで威力が出るからですね。だから触ってポンポンって威力が出るかってすごい大事なんで、ミット打ちの時も時々試すといいですよ。ちょっと弱くなってもいいので、いつもバコーンってなってるとしたらこれでなんかつながってないな、だんだんつながってきた、相手の反応で分かるので、努力の代償を問わずあらゆる打撃の威力を一律に底上げすることを目指していきます。苦手な腕のパンチ、例えば右利きであったら左手のパンチ、あとジャブみたいに前手の距離の短いパンチ、ショートレンジのパンチ、どんな体勢からでも出せる威力が一番重要です。最高の一発を伸ばしながらいつでも出せる一発も強くする。どちらの手でもどんな体勢でも威力を落とさない。終鉄はその土台を作ります。